皆さんこんにちは、あざきニットです。今回は夏糸で肩から編んでいく可愛いベストを編んでみました。どうぞよろしくお願いいたします。前編では左側の襟カーブの途中までをご紹介しました。後編では右側の編み始めからのご紹介とさせていただきます。こちらに糸をつけまして、立ち上がり1目を編みましたら裏に返します。そして足元に細編みをして、この続きからになりますね。編み始めにマーカーを入れておくといいと思います。鎖を2目編んで、こちらに長編みです。1つ鎖目を編んで長編み、また1つ鎖目を編んで長編みです。長編みが4本になるまで編みましたら、鎖を2目編んで同じところに細編みです。2目編んで、また同じここに向かって長編みです。長編みが4本になるまで編んでいきます。終わったら鎖を2目編んで細編みです。鎖を2目編んで長編みです。鎖、長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、鎖を2目編んだら、最後がこちら印の入っているところ、編み始めの部分ですね。ここに針を入れて細編みです。はい、これで1段目が編めました。でこのまま立ち上がり4目編みます。鎖を4目編んで、そして表側に返しました。4目編みましたら、代わり中長玉編みです。鎖2目を編んで細編みです。また真ん中にも細編み、隣にも細編み、そして鎖を2目編んで代わり中長玉編みです。鎖を1目編んで代わり中長玉。はい、最後はいつも同じようにここ長々編みです。はい、これで2段目が出来上がりました。はい、こんな感じで3段目4段目と今までとね同じ編み方が続きます。6段目までは今までと同じような感じで編んでいきますよ。編める方はちょっと飛ばしてください。ちょっと分かりかねる方はね、このまんま鎖3目ですよ。思い出しましたか。3目編んだら、裏側にします。裏側にして足元に長編み、そして隣に1つ鎖編んでから長編みです。終わったらね、2つ鎖編んでから真ん中に細編み。はい、また鎖2目です。そしてここに長編みが4本になるまで鎖目と交互に編んでいきます。もう思い出したかな。こんな感じで編んでいきますよ。今までとね同じですからね。で2目編んだら、こちらは玉編みの隣の鎖目を割るようにして長編みを編んで、鎖を1本編んで、また長編みを編みます。最後はもう1本長編みを編みます。これで3段目が出来上がりました。はい、次4段目いきます。
4段目立ち上がり1目編んで、そして4段目が表側になります。足元に細編みを編みます。隣にも細編みを編みます。編んだら2つ鎖目を編んで、代わり中長玉編みを編みます。編んだら1つ鎖、代わり中長玉編みです。鎖を2目編んで、最後はこちらに細編みを編みます。鎖の一番上のところにも細編みを編みます。次が5段目に行きます。5段目は1目鎖目を編んだら裏に返します。まず足元に細編みで2つ鎖目を編んで、長編みが4本になるまで鎖目と交互に編んでいきます。編んだら鎖2つ編んで細編みです。鎖2つ編んで長編みが4本になるまで編んでいきます。出来上がりましたよ。次は6段目いきます。6段目は表側になります。まず鎖を4目編んで表に返します。代わり中長玉編みです。2つ鎖を編んだら細編みです。鎖を2回編みます。代わり中長玉編みを編みます。最後のところは長々編みになります。6段目までは増やし目もなくまっすぐ編んできてます。7段目からちょっとだけカーブに入ります。まず鎖を3回編みますね。はい。では3回目のところに印を入れとくといいです。印を入れておきます。はい、でもう1目鎖目を編みましたら裏に返します。はい、7段目です。足元に長編みを編みます。鎖を1目編みます。また同じところに長編みを編みます。鎖を2目編んで真ん中のところに細編みです。はい、ちょっとね若干カーブを入れました。はい。あとはね同じ編み方になります。鎖2目を7段目の最後はいつもと同じです。この玉編みの頭の隣の鎖を割って長編みを編んで1つ鎖を編んでから同じところにまた長編みを編みます。もう1個長編みを編みます。これで若干カーブのついた7段目が編み終わりました。8段目に行きます。8段目立ち上がり1目を編んで表側に返します。8段目です。足元に細編みです。細編みは2回続きます。はい、2つ鎖目を編んだらここに代わり中長玉編みです。8段目の最後の方に来ました。はい、ここはカーブの続きがありますよ。鎖を2つ編んだら細編み、はい、こう名もないところにスポット細編み
そして最後この印の入っているところにも細編みです。印の入っている最後の目、こちらに細編みを入れました。はい、これで8段目が編み終わりました。ここからちょっとカーブに入ります。カーブの分の鎖を、4目編みます。1、2、3、4目編みましたら、4目目のところにまた印を入れておきます。はい、4目目のところに印を入れました。まず次は1、2、3目編みました。鎖3目編みましたら、3目目のところにも印を入れておきます。はい、そうしましたら1つ鎖目を編んでから、はい、裏にします。それでは印の入っているこのオレンジの方に向かって長編みを編んでいきますよ。はい、糸をかけてこのオレンジの方に向かって長編み編みます。ここで外します。はい、でここに向かって鎖1目と長編みを交互に編んでいきます。はい、そしたら最初の鎖と含めて4本長編みが4本っぽく見えましたので、ここでやめて鎖2目を編みます。前の段の細編み3目の真ん中のところに細編みを編みます。編んだら鎖2目です。そしてまたこちらに長編みが4本になるまで鎖目と交互に編んでいきますよ。こんな感じでまた途中までカーブができたことになります。こちらの編み方はね、今までと一緒ですので、2段目最後のところになります。鎖を2目編んだら細編みを編みます。はい、9段目、こちらもここで一旦ストップしようと思います。わかりやすいように3つつけときました。はい、9段目、こちらこれでストップしときます。そしてですね、ここに糸をつけて鎖目を30目編んでいきます。はい、それではこちらに糸つけますよ。30目編んでいきます。1、2、3目編んだら3目目のところに印を入れます。それから4、5といったら5目目のところにも印を入れます。はい。で、6目目のところにも今度はオレンジの印を入れておきます。で、次が7目目の鎖目になります。7、8、9、10。10目目のところにもオレンジの印を入れます。で、11、12、13、14。14目目のところにもオレンジの印を入れようかなと思います。15、16、17、18目。18目目のところにもオレンジの印を入れます。19、20、21、22。22目目のところにも印を入れます。23、24、25、26目目のところにも印を入れますよ。27、28、29、30、30目目のところにも印を入れます。
こんな感じで印を入れとくと、後で広めの時に何も考えずに拾えるので、はい、よかったらやってみてください。で、これ30目まで編んだんで、ここで糸はカットします。カットしてこのまんま抜いときます。でですね、この抜いた方の糸と先ほど編んだここをドッキングするんですね。このまんま針に通して、なるべくねじ入れてないような感じで、ここにつなげますよ。印入ってるところに針を入れたら、出てきたところに戻します。はい、つながりました。つながりましたので、後で糸始末をしたいと思います。はい、現在は表側を見ているところです。ね、それではね、こちら糸もついたまんまの状態で9段目で終わったところからスタートします。マーカー3つつけた方ですよ。はい、ここから鎖を4目編みます。1、2、3、4目。4目編んだら、ここに向かって変わり中長玉編みを編みます。2目鎖目を編んで、2つ鎖目を編んで、変わり中長玉編みです。鎖を1つ編んで、変わり中長玉編みです。2つ編んで、変わり中長玉編みを編みます。変わり中長玉編みを編みました。2つ鎖目を編んで、細編みを3回編みます。はい。鎖を2目編んでから糸をつけたところ、ここに向かって同じところで変わり中長玉編みを編みます。いつも終わったら1つ鎖ですね。同じです。1つ鎖を編んで、そしていつも変わり中長玉編みなんですけど、ここでこちらにこの印2つ入ってあるここに向かって中長編みの2目一度をします。中長編みを途中まで編みます。そして次はもう一度糸をかけて、ちょっと取りますね。途中までの中長編みを編んで、それから全部一気に取ります。はい、これで中長編み2目一度ができました。この後は鎖3目を編みます。はい、鎖3目を編んだらここに向かって引き抜いてもいいですし、私は糸をつなげようかなと思います。このまんまカットして、はい、ここの印入っているところです。ここに向かって入れます。ここから編んで、こっちに進んで編んでいきます。はい、立ち上がりが3目です。1、2、3目。3目編んだら裏側にします。足元に長編みです。鎖を1つ編んでまた長編みです。3つ
細編みがあるうちの真ん中に細編みを編みます。編んだら鎖2つを編んで、ここの中に向かって長編みが4本になるまで編んでいきます。はい、4本編みましたら鎖を2目編んで、ここの真ん中のところに細編みです。今までとね同じ編み方してます。鎖を2目編んで、ここが真ん中になります。ここに長編みが4本になるまで編んでいきます。はい、終わったら鎖を2目編んで、この印の入ってるところ、ここに細編みです。編んだら鎖2目編んで、そしてこの印入ってる今度はここですね。ここに向かって長編みを編みます。長編みは4本になるまで編んでいきますよ。鎖を2つ編んでから、この印入ってるところに細編みです。鎖2つ編んで、印入っているところに長編みです。1つ鎖を編んで、長編みが4本になるまで編んでいきます。2つ鎖目を編みます。そして印の入っているここに向かって細編みです。鎖2つ編んだら、ここに向かって長編みです。1つ鎖を編んで長編みです。こんな感じになってますよ。で、最後ここに印ついてますね。ここに向かって鎖2つ編んでから、ここに細編みです。ね、細編みです。鎖2目編んで、ここに長編み1つ編んで、長編みを編んだら、2つ鎖目を編んで細編みです。こんな感じです。6箇所ねマーカーつけたのと、糸つけるところにもねマーカーつけたんじゃないかなと思います。はい、ほぼ出来上がってます。はい、でこのまんま続けて今までと同じ模様を編んでいきますよ。はい、前身ごろも後ろ身ごろと同じ長さ分だけを編んできました。53段編んできました。53段を編んできました。後ろ身ごろと同じ編み方で編んできてます。はい、ここでですね、一旦やめようかなと思います。後で糸始末をしておきますね。20センチ弱のところがちょうど25段目になりますので、25段目にマーカーをつけてます。前身ごろと後ろ身ごろをくっつけていこうかなと思います。で今裏を見てますので、ちょうどこのまんま引き抜きの鎖閉じをしていこうかなと思います。はい、それではいきますね。で最後のところの細編みの足2つを割った感じにします。両方ともそういった感じに針を入れて糸を出します。出したら鎖を1つ編んで、次はこちら針の入れやすいところに私は入れていこうかなと思います。ここに入れることにしました。
はい、次また1目を編んだら、次はこちらですね。ここの鎖の目を割ろうかなと思います。ここの鎖の目を割って、こちらも鎖の目を割って引き抜きましたよ。はい、その後はここでまた引き抜きをしたいので、ここまでの間1、2、3、鎖の目を割って引き抜くことにしました。はい、3目鎖目を編んだら、また次のね、こちらの細編み編んだところの足を割って、そして引き抜き編みをすることにしました。で、一つだけ鎖を編んで、そしてこちらに針を入れて引き抜きます。このようにつながりました。同様にもう片方の方も閉じていこうかなと思います。もうつながりました。そうしましたら表側に返します。こちら、ここからスタートします。はい、引き抜きます。引き抜いたら2目鎖目を編みます。こちらに側に細編みを編むことにします。終わったら鎖を3目編みます。側に細編み編みます。鎖を3目編みます。側に細編み編みます。はい、終わったら2目鎖目を編んで細編みです。次は1目鎖目を編んで細編みにします。はい、2つ鎖目を編みます。細編みです。3つ鎖目を編みます。細編みです。また3つ鎖目を編みます。細編みです。はい、3つの鎖が2つ終わりましたら、2目鎖目を編んでから細編み、はい、そして1つ鎖目を編んでから細編み、このような流れで縁編みを編んでいこうかなと思います。2目で細編み3つです。3つ編んだら細編み、3つ編んだら細編みです。その縁編みはこのような感じで編んでいこうと思います。ぐるっと編んできました。最後のところに来ました。引き抜きで上がってるんですね。で、ここに同じところに細編みを編もうかなと思います。糸を切って糸を出してとじ針に通しましたら、引き抜いてきたこちら、はい、ここに針を入れて、ここに入れます。裾が編み終わりましたら、こちらからスタートになります。スタート地点はこちらになります。糸を引き出して立ち上がります。立ち上がったところに細編みを編みます。鎖を3目編みます。3目編みましたら、こちらの届くところ、
届くところに細編みを編みます。もう一回3目編みます。鎖を3目編みましたら、届くところってどこって思いますよね。こう下げていった時にちょうど針が入るところです。ここに向かって針を入れて細編みを編むとよろしいんじゃないかなと思います。一回り細編み編むのよりも結構簡単にできますので、よかったらやってみてください。もう一回いきますね。鎖を3目編みます。そしてそのままパタンと下ろします。この場合はここにちょうど落ちてきましたね。ですからこの辺り、ここの細編みの頭あたり、ここに向かって針を入れて細編みを編む、こういったやり方にしていました。1、2、3目編みますよね。そしたらこのままこのように落とします。そうするとこれ針の落ちた先にある目、ここに針を入れて細編み、私はそういう風にして拾っています。よかったらやってみてください。はい、お送りします。ここまでで前身ごろ分から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13ネットありましたから、後半も編み終えますと全部で26ネットができるかなと思います。こんな感じでいきます。1、2、3目編みましたら、こちら細編みです。1、2、3目編みましたら、こちらに細編み、こんな感じで編んでみることにしましたよ。で、1、2、3、はい。で、ここで終わりかなっていうところなんですけれど、全部で何ネットあるか数えてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26ネットでここまで来ました。最後ですね、私はですね、この最後の26ネット目のこの細編みを編まないで、このまんまこちらの立ち上がりの細編み、出てきたところ、最初編んだところの細編みの頭、ここで引き抜くことにしました。はい、それでは2段目いきたいと思います。中長編みを5本編んで扇形にしてみようかなと思います。ですから立ち上がり目は鎖2目にします。同じこちらの部分に中長編みを2本編みます。すぐですね、隣のここのね、鎖の下のところ、ここに針を入れて細編みをします。細編みのところに向かって中長編みを5本編みます。5本目。5本編むとちょうどちっちゃなね、扇形が出来上がります。出来上がったら隣のこちらに即に細編みを編む。
2段目の立ち上がり目はこちら引き抜いてから鎖を2目編んだここになります。最後に引き抜くところになります。2段目の編み始めの部分に戻ってきました。はい、2本編みましたら、私はこのまんま糸をカットします。このようにして針を入れて、糸が出てきたところに入れますとつながって見えますので、もしよかったら綺麗に閉じたい方はこのようなやり方でやってみてください。終わりましたらね、この表側から見えないところに隠すように糸始末をしてみてください。こんな感じで袖ができますよ。はい。でもう片方の方も同じ編み方です。編み始めと同じようにこの脇の下からスタートさせます。届くところに細編みです。はい、編んできました。襟の方をスタートしたいと思います。襟はこちらから編み始めます。ここに針を入れます。ここに糸をつけます。立ち上がります。同じところに細編みを編みます。袖の編み方と同じ要領で鎖を3目したら届くところに針を入れて細編みをすることにします。編み始めのところには印を入れておくといいかもしれません。鎖を3目編んだ時にちょうど下に下ろした時にこう入る場所、ここに細編みを編みます。ここからここまでは、作り目のこの別鎖の作り目と同じところ、細編みを編んだ同じところに細編みを入れてますから分かりやすいんじゃないかなと思います。ここの12345ネットは、同じ場所に細編み編んだところと同じ場所に針を入れてます。はい、でここからこっちまでの間のネットの数が1234567、8個なんですよ。なのでこちらもその8個に合わせて同じように8個のネットにすると左右対称になっていいんじゃないかなと思いますよ。123個編みましたら、届くところに細編みです。
い、前身ごろの終わりはこちらになります。で、ここでネットの数を確かめてみますね。1、2、3、4、5、6、7、8ネット。で、ここから1、2、3、4、5、6、7、8ネットあります。真ん中は6個ありますよ。はい。こんな感じです。では、後ろ身ごろの方の広い目いきますね。このまんま続けて、鎖を3目編みます。3目編んだら、こちらにちょうどありますね。はい、また3目編んだら、ちょうど、はい、あります。同じところに入れます。入れると2本上に来ると思います。ここはスリットコードの作り目ですから、針を入れると2本が上に来ると思います。3目編みましたね。で、ここに針を入れると、針の上に2本が乗っかってます。ここに細編み編みます。はい、このように鎖を3目編んだら細編みを編むということを繰り返してぐるっとここまで編んでいきます。真ん中までで端っこからは1、2、3、4、5、6個6ネットありますので残り6ネットになります。一回り編んできましたら編み始めのところに引き抜きます。立ち上がりを2目編みます。2目編んだらそこに印をつけとくといいんじゃないかなと思います。はい、ネットの数を全部でちょっと確認してみますかね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 24ネットありました。はい、それでは2段目を編んでいきたいと思います。中長編みを2回編んだら細編み編みます。はい、編み方は袖の方の編み方と同じです。中長編みを5本編んでから細編みを編む、そういった模様にしようと思います。編んでいきます。はい、あとは編み方は袖の方と同じですので、こんな感じでぐるっと編んで仕上げたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また見てね。あずきニットでした。